ラティオスイベント、ラティオスリサーチとの変更点。ジャスパルと申します。ということで開幕いたしましたラティオスと心の雫、皆さん楽しまれておりますでしょうか。すでにねラティオスのステータスについては速報の動画アップしておりますので、ネタバレ大丈夫だよっていう人は見てみてください。サブスキル的には食材確率アップ以外が当たりになるみたいな感じで思っておけばいいんじゃないかなというところですね。流星群がもう事前にねスキル発表された時点からはちゃめちゃに強そうだったんですけど、そのまままっすぐはちゃめちゃに強そうだよという感じになっております。てなわけでイベント眠気パワーであるとか、イベント交換所であるとか、ミッション関連であるとか、ラティアスリサーチとの変更点、どういうものがあったよっていうのをねちょろっとチェックして、特に羽毛の数、ラティアスリサーチの時より増えるのか減るのかみたいな部分をねチェックしていきたいなと思います。ってことでまずは通常のミッションから見ていきたいなと思います。限定ミッション、まずはね1周目の分だけが今表示されているわけなんですけれども、こちらのミッションラティオスリサーチの時の1周目のミッションと内容全く同じとなっております。ミッション内容もそうですし、獲得できる報酬の羽毛の量も変わっておりません。なので2周目でもきっとラティアスリサーチの時と同じ報酬がもらえるものと思いますので、ここのミッションの部分に関しての羽毛の増減みたいなところはないんじゃないかなと思っております。そんな限定ミッションになってますね。初日からどうですか皆さんは、ラティアスのお香やラティオスのお香を買える分だけ溜まってたりとかしますでしょうかね。私も忘れないうちにラティオスのお香を置いとこうかな。でも今日使うかどうかはねちょっとあまりにも協議をしなければいけないんですけど、一旦置いておこうかなと思います。ではお次にイベント眠気パワー見ていきたいなと思います。みんなと協力して眠気パワーを貯めて心の雫の輝きを取り戻そうってことで、クレセリア対ダークライイベントぶりのイベント眠気パワーとなっているんですけれども、ここ若干の変更点がありますね。まずなんですけれども、イベントランク4、ここにラティオスの羽毛50個が入っているんですが、今画像出てるかなと思うんですが、クレセリア対ダークライイベントの時はランク4の報酬はムンナのお香だったんですよね。なのでそれにのっとるとジジーロンのお香とかオンバットのお香になってもおかしくなかったのかなというところだったんですが、ここが羽毛に変わりました。どっちの方が嬉しいかは諸説あるんですが、羽毛はあればあるだけ助かるので嬉しいなというところですね。そしてイベントランク5、ここがクレセリアイベントの時はエスパータイプの飴5個だったわけなんですけれども、7個に増えております。なのである意味ここが報酬増えたというね認識をしてもいいのかなと思います。それ以外の部分に関してはイベントランク8までの分は変更ないということになっているので、クレセリアイベントの時よりもシンプルにこのランク8までの間に羽毛が50個増えているので、ここからね後半でさらに羽毛が増えるような気もあんまりはしないので、前回のそのクレセリア対ダークライイベントの時はランク15まで上げることができたら全部で340個の羽毛を獲得することができたんですが、390個とかに増えるかもしれないなというのが現在の状況となってます。増えたら増えるだけありがたいのでね嬉しいですそしてイベントランク13でクレセリアイベントの時は次回のリサーチでダークライ出現というような感じになっていたんですが、もう明らかに心の雫の輝きが晴れ渡っている感じになっているので、13まで達成して次のリサーチをしたらラティオスが絆の力を取り戻すとかだったりするんでしょうかね。おそらく普通に毎日しっかり寝て遊んでいればこのイベントランク13まではたどり着くことができるんじゃないかと思ってます。でやっぱイベントランク15は難しいということになるのかもしれませんね。ちなみになんですけれども、イベントランク2に上げるまでの次のランクまであと6000万イベント眠気パワーと表示されているんですが、なんとですねこれ必要イベント眠気パワー増えてます。前回のクレセリアイベントの時よりも 1.5 倍ほどになってるんですよね。なので達成しづらいってことは多分ないと思うんですけど、やっぱその眠気パワーラティオスを同時に編成すると 1.3 倍というボーナスがありまして、前回はねクレセリア編成してると 1.2 倍だったりとかしたり、プレイヤーそもそもの連度が上がっていたりみたいなね要素で増やされたのかなというところなんですが、イベントランクを上げるために必要な眠気パワーが 1.5 倍ほどになっています。そしてですねもう
ネット上ではですね、すでにイベントランク8まで、現在開放できるランク8まですでにクリアしたよという方もいらっしゃるので、必要眠気パワー気になる方はね、マジアリさんあたりが X とかで公開されてたりするので、探していただけたらなと思うんですけれども、古くからね、ポケモンスリープやられてるめちゃめちゃエナジーをお手伝いホイッスルとかで稼ぎまくってるプレイングをしている方ですね。とかがいるんですけど、やっぱりね、必要眠気パワー 1.5 倍ぐらいになってるっぽいんですが、おそらくランク13まではみんな遊んでればガチの初心者の方でもいけることと思うので、あんまり気になる要素ではないのかなとは思ってます。そんな感じで若干イベント眠気パワーの報酬については変更が入ってるんですが、羽毛が増えそうだぞってことで、これ嬉しいポイントになりそうですね。ここの部分は結局ね、ランク9以降の報酬が出てからじゃないと判断できないんですけど、増えるかもなーってことでちょっと期待を持ってアイテム交換計画考えてもいいかもしれませんね。で、一応そのアイテム交換計画もともと2週間で1930個ぐらい羽毛を獲得できるんじゃないかという事前の予想の動画出してますので、そちらも合わせてご覧いただけますと幸いです。そんなイベント眠気パワーでした。それでは交換所のラインナップも見ていきたいと思います。こちらは基本ベースのラインナップはラティアスリサーチの時とほぼ同じとなっていますが、ちょっとだけ変更点があります。まずはラティアスのお香が追加されてますね。安い分が2つと高い分3つということで、ライコウエンテ水訓リサーチの時は高い方は5つ用意されてたんですが、あまりにも直近だったからということなのか3個だけとなってます。一応ね、プレゼントで1個すでに配られてはいるので、その分入れたらこんなもんだよねという感じで、結構ラティアスのお香に関しては配ってもらえたのかなというところです。で、ラティオスのお香とラティオスサブレだったりは特に量変わってなくて、万能飴もある、ドラゴンタイプの飴 S もある、夢の塊 S もある、メインスキルの種もある、仲良しのお香もある、元気枕がなくなっております。元気枕がなくなった代わりにラティアスのお香や飴が追加されているよという感じです。で、お安いラティアスの飴が追加されてないんですよね。ここもちょっと残念なポイントではあるんですが、致し方なしというところでしょうか。なので、今回ね、一応ラティアスの飴交換すること自体はできるんですが、レートが1飴6羽毛とかなり高くなっているので、基本的にはこのドラゴンタイプの飴とか万能飴の方がいい感じだよというところにはなってるんですが、一応ね、このラティアスのお香を使うことでもラティアスの飴を回収することができるので、この6羽毛でね1個交換できる飴を交換するぐらいだったらラティアスのお香を使った方がいいのかなと思います。飴は星1ネガオだと11、2だと13、3だと16で EX だと14、18、21獲得することができます。今更なんですけど、星1ネガオでも EX だと飴3個も増えてるみたいですね。そんな感じで、実際はラティアスのお香って使うと星1ネガオだったとしても32羽毛キャッシュバックがありますので、実質48羽毛で最低11飴ということになるので、4.4 羽毛で1飴ぐらいの交換レートになりますので、それでもね、万能飴 S とかの方が一応安くはあるんですけど、ラティアスのお香でも飴を交換するのに近いことはできるよっていうのは覚えておいていただけたらなと思います。で、そのラティアスの飴集めにお香を使うことはできるんですけど、ラティアスのお香を置いてしまうとラティオスを素引きする確率がなくなっちゃうんじゃないかなと思うので、そこだけご注意ください。ラティオス最速リサーチしてる方とかね、 X とかでポストしてくださってたりとかするのを私の調べた範囲では、ラティオスと一緒にラティアスが出現したというような記述はちょっと見つけられなかったので、やっぱり伝説のポケモンは1フィールドに1匹しか出現しないという縛りがこのラティオスと心の雫イベントでも続いているのかもしれません。なんかの間違いでランク13イベント眠気パワー達成したら2匹寝てたりとか、ないだろうなでもしいや2匹出てましたよっていうね情報あればお教えいただきたいなと思います。それだとね、ラティアスのお香を置いてもラティオス素引きできるかもということになるので、だったら全然置いてっちゃった方がいいんじゃないみたいな感じにもなるのかなと思います。てな感じで、ラティアスお香を一応飴として交換することもできなくないよっていう感じですし、できたら星2ネガオ以降がリサーチできると、交換レート的にはギリ悪ないのかなと
いう感じになってますね。そんな感じで元気枕がなくなっている代わりにラティアスのお香や飴が追加されているラインナップとなっています。そんな感じで、ここも別に予想の域は超えてないのかなというところですね。てな感じで他に特筆すべきところはありませんでしたね。ちょっとフィールドの文句じゃないんですけど、一つ言わせてもらうと、ここの倒れてる木邪魔すぎてここね、若草 EX なんですけど、めちゃくちゃ木の実食材見えないんですけど、多分ね、これもこう心の雫の輝きが取り戻されていけば、おそらくね、暴風がだいぶマシになって、相当ペトペトしてますもんねね、マシになって、誰かがこの木々を片付けるんでしょう。誰が片付けるんだろう。リサーチャーが片付けるのかな、ドラゴンたちが頑張ってくれるのかな、みたいな感じで、ね、片付けてもらって見やすくなっていくんじゃないかなと思うので、そこにも注目していただきたいなと思います。そんな感じでイベント眠気パワーの羽毛の報酬がもしかすると予想よりも多いかもしれないぜっていうプラス要素がありますが、それ以外は大体予想通りぐらいの感じで進行していくんじゃないかなと思うので、しっかりとね、ラティアスのお香をどこまで使うのか、ラティオスの素引きをどこまで狙うのか。ラティオスもね、非常に魅力的なポケモンですし、なんならラティアスよりドラゴンの木の実担当としては単体ではちゃめちゃに強いスペックを誇っているので、ちょっとね、ラティアス厳選うまくいかなかったよっていう人も狙ったっていいぐらいのパワーがあるんじゃないかなと思ってます。そんなところまで考えてね、ラティアスのお香をどこまで使うのか、羽毛計画再度情報が出揃った状態で考えていただけたらなと思います。そんなラティオスと心の雫の変更点的な部分でした。もしね、私が気づいていないところがあれば教えていただけたらなと思います。素敵なアイテム交換計画で楽しんでラティオス狙っていきましょう。ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドやハイプで応援いただけますと動画制作の励みになりますし、ちょっとしばらくはね、ラティオス関連の動画とかもアップしていこうかなと思いますので、よろしければチャンネル登録もしていただけますと幸いです。本当にいつもたくさんの応援ありがとうございます。それではね、早速初日からね、X とか見てると色違いラティオス引いたよっていうね方もいらっしゃるみたいなので、皆さんの元に素敵な出会いがあることを願っております。今日も元気にいってらっしゃい。またね、バイバイ。2週間楽しみましょう。